木村先生の剣術指導。はい、お前ら。ここはわしの剣術指導室。まず自己紹介を。わしの名前は木村大作。剣豪です。お前ら。わしらで刀の握り方から話す。刀の握り方はこうなる。触手を親指の前方に置く。親指と中指で、刀柄に触れて締める。こうやって、親指と触手の下、手のひらまで使って刀柄を握る。触手を前に出すと、刀を振るときに、筆跡を自由に操れる。刀を振り出す流れの中で、細かい方向を自在に変えられる。しかもこの握り方なら、刀を振るときに、刃の鋭さを最大限に引き出せる。理由は手の力の向きが刀と30、33。3度の角度になるからだ。こうやって刀がこう描いてる。刀自身のこと重なって、斬撃の鋭さがもっと強くなる。逆に、こんな握り方だと、手の力の向きが刀と90度になる。自由に刀を振るのは難しくなる。刀の方向は手首と腕だけで操るしかなく、指の柔軟性が欠ける。斬撃の鋭さも子がなくなるせいで鈍くなる。もう一つ。刀を振る流れの中で、手首の力の向きを刃筋の方向と揃える。こうやって、手首を少し外に広げる。腕全体の力の向きと振り出す刃筋の方向をなるべく一致させる。手首がこうなると、腕が力入れて刀を振るときに、手首が別の方向に力入れる。二つの力が散らばって出る。腕の力も弱まるし、刀の軌跡を正確に操るのも難しくなる。誰でもよくやる間違いが一つある。構えるとき、両手の方向が離れて出る。刀を握らずにいるとどうなるか想像してみる。刀を振るとき、両手が自然に広がる。こうやって、はっきり見える。両手の力の向きがほぼ30度になる。つまり、この構えで刀を振ると力が入りにくい。理由は両手の力の向きが分かれるか。正しい構えはこうなる。両手が自然に広がるとき、方向が揃う。こうやって最大限に力入れて刀を振れる。上に握る右手の前腕を回して、下に握る左手の前腕とできるだけ、平行に保つ。刀を振るとき、両手が同じ方向に切り出す。こうやって振り出す刀は絶対に鋭くなる。今日の指導はここまで終わる。戻ってしっかり練習する。お前らもっと強くなる。